こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日はですね、ボールパイソンを飼うってどういうことなのとか、何が楽しいの、どんな感じで飼えるのっていうのをお話ししたいと思います。ヘビ飼うとか爬虫類飼うってどうなのみたいな意見を、あんまり、ヘビはやってると言われることはないですけど、ヘビ飼ってみようかなっていう人とかは言われてたんですっていう話を聞いたりすることもあるんですが、ヘビはですね、可愛いですよ。ほらね、ヘビは友達。怖くない、可愛くないですか？ボールパイソンっていうのはですね、世界でいうと、聞いたことない方も日本では多いかもしれないんですが、世界のヘビの中ではペットスネークとしては一番メジャーなものです。日本だと青大将とか有名なのでいうとマムシみたいな細長いと思うんですけど、ボールパイソンの特徴としては分かりますかね、太いっていうか、ああいう細長い系のヘビとはちょっと違って、でっぷりもっちりとした形が特徴的です。原産はアフリカなんですけど、今はそこからですね、ペットスネークとしての需要がすごく高いので、アメリカとか、ヨーロッパとかそういうところに野生種が輸出されて、そこでブリードされて、いろんな種類が新しく生まれてっていう風になっています。ボールパイソンの特徴としてはですね、違うな、ヘビの特徴としては、例えば犬や猫を飼うっていうのと大きな違いは、餌の頻度が圧倒的に少ないですね。これぐらいのサイズだと1週間に2回餌を食べたりもしますけど、大きくなってくると2週間に1回で大丈夫です。で、拒食をするんですね。もういらないやって言って食べなくなったりもするんですけど、そうすると1年食べないっていうこともあるので、餌代がかからないというと、言い方がちょっとあれかもしれないですけど、一番動物で餌代がかかるのは猫って言われてますね。猫に比べると圧倒的に餌のコストとか手間っていうのは少ないかなと思います。あと今ハンドリングって言って手で持ってぐるぐる遊んでるというか遊んでもらってるんですが、基本的にですね、爬虫類は犬みたいに散歩が必要なくて、ハンドリングっていうのもしてあげる必要はないんですね。置いといてくれれば、環境さえ整えてくれればそれでいいんでっていう生き物なので、例えば忙しい方、働いていて、一人で暮らしているとかだったりすると、あるいは共働きだったりとかして、あるいはお子さんが小さかったりして、動物のお世話を毎日丁寧に餌を毎日3回あげて、あるいは散歩も行ってっていうのが、環境的に、住宅事情的に、ライフステージ的にできないという方でも、週に1回ぐらいの餌と、あとは生態にとって快適な温度湿度さえ用意してあげれば、彼らはそれで満足して生きてくれるので、忙しいんだけど何か動物と一緒に生きていきたいっていう方には、すごくお互いの人生とヘビ性がマッチしやすいんじゃないかなと思います。あとは値段ですね。これはいわゆるノーマルと言われる、普通のボールパイソンなんですが、これノーマルだとだいたい1万円前後、1万円を切るぐらいの値段で売っていることも多いです。ノーマル以外にでもですね、うちにはたくさんいろんな種類のボールパイソンがいるんですけど、とにかく有名なのはアルビノって言われるのが有名じゃないかなと思います。アルビノっていうのはですね、体の色素を持っていない、黒い色素を持っていない個体のことを言うんですが、すごくないですかこれ、黄色と白、アルビノっていうと真っ白っていうイメージがあるかもしれませんけど、あれはアルビノではなくて、アルビノっていうのはその黒い色素を持たないので、そうすると黒の部分が白くなって、そうじゃない部分は黄色くなってっていう風になったりします。これでだいたいお店にもよりますけど、5万円から10万円ぐらいなので、そんなに高くはないですね。もちろん高いものになってくると100万円200万円というものもないわけではないですけれども、これから初めて買ってみようかなって思われる方は、だいたいその生態の値段はノーマルで1万円ぐらい、こういうアルビノで5万円から10万円ぐらいだっていうことを
念頭に置いていただけるといいかなと思います。あとは、飼育セットはどういうものが必要なのか、どれぐらいお金がかかるのかということに関してですが、うちではですね、こういうベビーはダイソーのシューズボックスなんですけど、こういうものに入れて飼育をしています。これ蓋をかぶせて使っているんですけど、豪華なログハウスとかを作ってあげる必要はなくて、こういうできればですね、長細い入れ物にあったかい場所を作ってあげて、そこに、うちヤシ殻使ってますけど、例えばキッチンペーパーとか、あるいはペットシーツとか、そういうものを使って、床材にしてあげて、でこれも使い捨てのホームセンターで売ってるクリアカップと、多分これもダイソーのあれですね、陶器ココットっていう陶器なんですけど、それを使って飼育をしています。なので特殊な入れ物とか特殊な器具とかっていうのは必要なくて、身の回りにあるもので揃えることができます。もっといいものを買ってあげた方がいいんじゃないの、もっと高い水入れを買ってあげた方がいいんじゃないの、その方が喜ぶんじゃないのっていう、その生態に対する愛とか思いっていうのはですね、金額にかけるんじゃなくて、触れ合う時間とか、注目してあげる時間とか、生態の様子を生態に心を留めてあげる時間の方に割いてあげる、向けてあげる方が生態にとっては安全で、また快適なものを暮らしをしてもらえると思います。餌はあれですね、マウスとかラットになります。ここに抵抗を感じられる方がやっぱりそのドッグフードとかキャットフードとかとは話が違うので、多いんじゃないかなと思いますが、そうですね、もうそれは、しょうがない。ネズミしか食べません。基本的にはですね。本当にちょっとイレギュラーになると、例えばおとぎ話とかで、ヘビが卵を食べてしまうとか、あとは鶏を食べてしまうとか、そういうのがあったりしますけど、そのちっちゃい鳥とかを食べることもあるんですけど、基本的にはもうボールパイソンにとっての完全栄養食品はマウスとかラットのネズミなので、他のものを用意する必要はないですし、反対に言えばそれは用意してあげる必要があります。で、幸いと言いますか、冷凍マウスが今いろんなところで売ってます。お近くの、爬虫類取り扱っているペットショップはそんなにたくさんないかもしれないですけれども、ペットショップとか少し大きなところに行くと、冷凍マウスっていうのが売っていますので、そういうものをお湯で、温め直してあげて、餌として与えてあげてもらえれば、生きているマウスを買ってこなきゃいけないとか、自分で増やさなきゃいけないっていうことはないので、生きているものを揃える負担は考えなくても大丈夫かなと思います。だいたい値段で言うと、そうですね、これぐらいのボールパイソンが食べるマウス、冷凍されたマウスだと、200円しないぐらいかなと思いますね。1週間に1匹あるいは2匹ぐらいあげれば十分大きくなっていきます。ですね、あとですね、ボールパイソンは爬虫類全般に言われることですけれども、温度と湿度を快適に保ってあげる必要は、これはもうどうしてもあります。これはやらないとダメです。彼らはですね、呼吸器がそんなに強くなくて、僕たちは肺が2個あるので、片方がちょっと調子が悪いとか、人間の病気でいうと水が溜まったとか、なっていったとしても、もう反対側があったりするじゃないですか。でもヘビはですね、もともとは2個あったんでしょうけども、片方の肺を退化してしまって1個しかないわけですね。だからここが何らかの状態で調子が悪いとか圧迫されてるっていう風になってくると、呼吸ができなくなっているので、彼らが呼吸器系の疾患にかからないようにしてあげる必要があるんです。それにすごく大事なのが、そのことのために必要なのが温度と湿度を彼らにとって必要な数字で保ってあげるっていうのが必要です。具体的に言うと、湿度で言うとうちは 60% ぐらいを目標にしてターゲットにして、そこから少し高くなったり低くなったりっていうのはありますけど、60% ぐらいでやっていますで、温度で言うとこのケースの中で、28から9度、あったかいところで32度ぐらいになるようにしています。あったかいところって何なのかっていうと、ですね、例えばその製品名で言うとダントツとか
ナラベルトとか、あとはヒートケーブルとか、そういうものを使って部分的にあったかい場所を作ってあげる必要があるんですね。でそうするとこう、例えばその餌を食べて消化したい時とか、あるいは体を温めたい時っていうのはそのあったかいところに行って、で体を冷やしたい時、ちょっと暑いなっていう場合は寒いところに行ってっていう、こう温度の調節を自分でしてくれるんですね。環境によってはもう30度で一元管理っていう人や店やブリーダーもいるんですけれども、基本的にはホットスポットっていうものをダントツとかナラベルトとかヒートケーブルで作ってあげて、そこは32度、うちの場合は。そうでない場合、涼しいところで28度、うちの場合はっていうのを作ってあげる必要があります。これも買うのは難しくないので、ぜひ探して、ネットでも買えますし、爬虫類売ってるショップだったらもうほぼ間違いなく売ってると思います。トカゲとかと違うのは、紫外線のライトは必要がありません。そうですね。で湿度の 60% をどうやって保つかっていうと、こういう表面積の多いヤシ殻、立体的な床材を使うと比較的保ちやすいんですが、それでも冬はですね、乾燥しやすいですから、日本はそういう時は、霧吹きで水をこういう横に振ってあげることで、湿度を保つことができます。60% ぐらいだったら余裕でいくので、霧吹きで吹いてあげて湿度を保ってあげてください。で、気がついたらまた吹いてあげたりとかして、湿度が 50% 切ったら死ぬとかそういうわけではないんですけど、脱皮がうまくできなくなってしまったりするので、例えばこういう水入れですね、水入れを大きなものにしてあげると、それだけでこう湿度っていうのは高くなりますから、大きなものにしてあげるとか、周りにスプレーで水を吹いてあげるとか、そういうことで湿度を保ってあげてください。そんなになんか特殊な器具がいるわけではなくて、丁寧なケアする心と、あとは揃えやすいものでカバーすることができます。ボールパイソンは飼うのがそんなに難しくないというか、おそらく一般的な人が考えているヘビって難しい、爬虫類って難しいって思われているよりははるかに簡単な飼い方で一緒に生きていくことができますので、ヘビ飼ってみようかなと思っておられる方や、ヘビを飼うってどういうことだろう、どんな環境を用意しなきゃいけないんだろうという方は参考にしていただけましたら幸いです。ただ、必ず覚えておいていただきたいこと、忘れないでいただきたいことは、これは生き物であるということは本当に絶対に忘れてほしくないことですね。餌の頻度が犬猫より少ない、あるいは用意しなきゃいけないものもそんなに高額ではない、手軽に飼えるんだ、じゃあ手軽に飼ってみようっていうのはやめてください。手軽に飼える、手軽に揃えられる器具を使えたとしても、あとは餌の頻度が少ないとしても、温度湿度を揃えてあげれば、散歩の世話が必要ない、ハンドリングをしてあげる必要がない、ケアをする時間っていうのが思ったより少ないとしても、やっぱ生き物なので雑にすれば病気になりますし死にます。そしてそういう飼い方は本当にしてほしくないですし、正しい知識をもう最初に持っていただいて、勉強していただいて、またできれば信頼できる、相談できるお店さんや友人を持つというか、関係を持ってそれから買うと本当に安心できるんじゃないかなと思います。私この、動画を撮っているのは、ボールパイソンを飼うのは難しくないっていうことを伝えたいっていうことももちろんありますし、もう片方では生き物を飼うっていうのは、甘く見ないで、きちんとした心で飼ってほしいっていう、この両方の思いで撮っていますので、ぜひですね両方を汲み取っていただけたらなと思います。ボールパイソン可愛いですよ。はい、今日はボールパイソンを飼うってどういうことなのかとか、どんな感じの飼い方をすればいいのかとか、そういうことをちょっとお話ししてみました。